ペンタロウさん、バイクの置き場に困ってるらしいよ。バイクが多すぎますからね。あ、ペンタロウさんだ。アナゴさんにチュン太郎さん。バイクが多くて置き場に困っているようですが。困ってる。減らせばいいんじゃない？いや、なぜか減らせない。保管場所以外にも困ることありそうですが。いろいろ困ってる。話聞こうか。慰めることしかできませんが。じゃあバイク20代生活のリアルを話すよ。こんにちは、ペンタロウです。バイクが多すぎるといろいろ難儀ですが、20代を超えてかれこれ数年の経験値を貯めたペンタロウがリアルな多頭飼い生活を紹介します。1、保管場所問題。バイク置き場に困ってるって言ってたよね。さすがにそろそろスペースが埋まってきてて。バイク1台はあまりスペース取りませんが。台数多いとかさんじゃうよね。そう、バイクは大抵長さ2メートル、幅1メートルだから1台あたり畳1畳ちょっとのサイズなんだけど。余白も必要ですよね。キチキチだと動かせないもんね。横は1台あたり1メートルから 1.5 メートルくらい必要かな。奥行きはギリでもいけますが。2.5 メートルあれば大抵いけるかな。だいたいそうだね。1台あたりの面積は 2.5 から 3.75 平方メートルくらいでしょうか。畳2畳分が1坪で 3.3 平方メートルくらいだから、だいたい1坪くらいになりそうだね。小さめの詰め詰めにすればもうちょっといけそうだけど。とりあえず1坪として計算すると20台なら20坪必要ですね。しかも屋内に保管したい。バッテリー充電必須だもんね。確かに屋外では無理そうです。屋内に20坪以上確保しないといけない。建蔽率 60% の土地なら40坪の土地に建てた家の1階が全部バイク置き場という計算です。なかなかクレイジーだね。何ら反論できません。坪単価5万円の東京丸の内なら20坪で月100万かかっちゃうよ。丸の内にバイク20台置かなくていいでしょ。それにしても場所の確保は大変そうです。最近大きめのバイクが増えてきて、ますますバイク屋さんの在庫みたくキツキツになってきちゃって。整備スペースが減ると効率悪そう。まさにそんな感じ。2、ローテーション問題。バイクは定期的に動かさないとね。いろいろ不調になります。そうなんだよね。まめに動かさないと。ローテーション組んでるの？前は組んでた。今は組んでないんですか？10代くらいの頃はローテーションを組んでたんだけど。それ以上増えてやめたの？20代とかになると計画立てようがなくて、もうシンプルに気分で選んでる。このバイクしばらく乗ってないなーとかで。肌感覚で動かしてるんだね。バッテリー充電は定期的にやっていますか？いくつかある充電器を単純ローテーションでつなぎ替えてるから大丈夫。ガソリンはどうしてるの？正直いつのガソリンがタンクにあるかはわからないね。帰りがけに満タン入れてタンクの錆びはできるだけ予防してる。いずれにしても定期的に動かしてくれるスタッフを雇った方が良さそうですね。家政婦さんみたいな感じだね。ペットシッターの方がイメージが近そうです。バイクシッターサービスとかそんなのないよね。なさそうだね。3、メンテナンス問題。台数が増えると比例してメンテナンスの手間も増えますよね。エンジンオイル交換は一番効くね。交換頻度って1年に1回くらいだっけ？現代のバイクはほとんどが1年指定です。走行距離は1万キロくらいが多いけど、空冷だと6000とかもあるかな。メーカー指定より早く交換する意味はないので、説明書通りで良いでしょう。店に運ぶとそれだけで時間かかるから、自分でやる方が短時間でできて楽。20台あると年に20回オイル交換するんだね。1回にまとめて何台かやるから年に 2,3 回だけどね。1回20台とか大変そう。夏は絶対やりたくない。エンジンオイル以外にもブレーキフルードは定期交換が必要です。2、3年って言われてるね。それくらいだとあんまりプレッシャーなさそうだね。そんな感じ。適当な時に交換してる。可動部のグリスも減ったり固まったりしますね。その辺は都度様子チェックかな。ゴムも硬くならない？硬くなったりひび割れたり。保管状態と動かし方によりますね。メンテナンスも定期出張サービスでもお願いしたいくらい。4、お金の問題。お金もかかるでしょ。
軽自動車税、自賠責保険、重量税、任意保険あたりでしょうか。年に1回の軽自動車税は1台6000円、250cc は3600円、125cc は2400円。適当に半分すると1台4500円くらいでしょうか。そんな感じでいいんじゃないかな。そうすると20台で9万円くらいだね。自賠責保険の金額ってどんな感じだっけ？車検があるものの新車は3年1万490円、250cc5 年で1万4200円、125cc5 年で1万3310円。それぞれ1年で3500円、2800円、2700円くらいだね。面倒なので1台あたり年3000円でいいでしょう。20台で6万円だね。あと車検があるバイクは車検ごとに重量税がかかるね。 250cc は新規登録時だけ4900円かかりますが、維持費なので除外しましょう。車検の時の重量税はいくら？ 2年分で3800円、1年分にすると1900円です。1台くらい車検があるとすると年1万9000円だね。2万円くらいってことでいいかな。任意保険も全部かけてるでしょ。かけてる。およそ1台あたり年4000円くらい。1台で何万円もかけてる人も多いよね。リスクの考え方は様々ですからね。ペンタロウは確率論で一番リスクリターンが適正な状態にしてる。1台4000円だと20台で8万円だね。年額を全部合計するといくらかな。軽自動車税9万円、自賠責保険6万円、重量税2万円、任意保険8万円で合計25万円です。雑な計算だからその時々で数字違うけど、月2万円くらいの趣味ってことか。バイク20台でアメ車1台くらいの維持費かな。アメ車はもっとかかるんじゃないですかね。そりゃあアメ車買わないよね。そもそもでかすぎて道走れないし。関税動向とやらかしてるおじいちゃんがどっかにいますが、アメリカ人に割り箸買えって言ってるようなもんだね。ほぼ同義です。そんなわけでペンタロウは月2万円でバイク趣味継続してるってことで。5、心の問題。物が多いとストレスたまらない。いつも心のどこかで気にしてる。脳のリソースを無駄遣いしてますね。メンテナンスのこと考えたり、車検の日程管理したり。ちょっと放置しすぎて動かなくなったらどうしようとか思いそう。それは割り切ってトランポ用のハイエース持ってる。万が一動かなくなってもトランポで運べばいいと思えば気が楽ですね。でも今度はハイエース用のバッテリー管理とかメンテナンスとか必要で。そのハイエース運ぶ用の積載車あればいいんじゃない？マトリョーシカ見たくなってきましたね。バイクだと動かなくなったらロードサービス運んでくれなかったっけ？会社によりますが、バイクなら日常の保管場所からも運んでくれたりします。最悪陸送業者に運んでもらうこともできるけどね。どのみち手間かかるね。本気でミニマリストを目指したい。6、世間の目。この間大型バイクは世間の目が冷たいって話してたよね。避けようがありません。バイクっていうだけで悪者扱いされがちだしね。バイクいっぱいあるとご近所から不評なんじゃない？普通に考えるとそうですよね。それがね、近所の人には業者と思われてて。確かに。どう見ても素人感ゼロですね。お仕事お疲れ様ですみたいな感じ。仕事感出せば変な目で見られなくなるんだね。目から鱗。家族の目はさすがにごまかせないのでは。家族にも仕事と思わせれば OK。 なるほど、それで我々も出しに使われてるんですね。このやりとりなんとかチューブに流れてるんでしょ。動画でいくらか稼げばもう仕事だって言い張れますもんね。そう、カモフラージュは完璧。趣味を続けるための荒技だね。そのためにここまでするかというレベルではありますが。7、売り方。新しいバイク来るとどんどん増えちゃうんじゃない？そう、困ってる。だから定期的に手放さないと。そうだよね。1台入れたら1台手放すと増えないんじゃないですか。そうだよね。手放すバイク決めてから買うといいんじゃない？全くその通り。先に売ってから買えばいいと思いますよ。なるほど。どこかの業者さんと専属契約して入れ替えの引き取り手伝ってもらっては。それはいいアイデアだ。営業メールお待ちしてます。バイク手放すのもなかなか面倒だよね。
手放すバイク決めるのって難しい。思い入れとかいろいろありますしね。8、いいこと。結局バイクいっぱいあっていいことあるの？乗りたい時いつでも乗れることかな。これに乗りたいと思う時手元にあるのは嬉しい。レンタルも面倒ですしね。リスクもあるしね。何回も借りたり破損などがあると買って売った方が安いことも本当にあります。とはいえバイクの台数はタワマンと一緒かな。20台あると20回みたいな感じ。上の方に行くと見晴らし良かったりしますけど。景色がいいなんて最初だけ。正直どうでもよくなるし外見ないし。地上が遠くて不便なだけでメリットなさそうだよね。回数上がるほど辛くなる感じね。台数増えるほど辛くなるんですね。土から離れては生きられないのよっていう名言もあったね。要するにいいことなんて些細なもので、欲望は破滅を招くんだね。あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっと欲しいでここまで来たようですが、現実は厳しいね。そういえばペンタロウさん、しれっと大きいバイク買ってなかった？なんで知ってるの？酔っ払って自分で言ってましたよ。いや、いろいろあって。ちゃんと手放してから買ってますか？いや増えたね。増えましたね。ゲレ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 。一体タワーの何階まで登るんでしょうか？面白いから止めずに見てようか。そうですね、優しく見守りましょう。誰か止めてくれ。今回こちらの世界のペンタロウはバイクが増えすぎて精神が限界のようですが、バイクが多くて辛い人はぜひペンタロウとコメントで慰め合いましょう。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。